そうね、ブラジリアンジュースの黒帯を取るほどやってるにもかかわらず、キックボクシングの試合とかでもキックボクサー倒しちゃうぐらいの実力を持っていますし、やっぱこう倒されるリスクを考えながら攻撃するので、そうですよね。なんであれなんですよね、こう僕らって掴みが禁止の競技なんで、このタイミングです。このタイミングでこっちずれるとか、ずれないですね、そのまますぐこういう、入ってます。大丈夫です。くちゃくちゃすぎて呼びづら。おはようございます。こんにちは、空手家大木です。今回は僕ら世代の格闘技好きなら注目している人も少なくないはずです。初代、戦国フェザー級王者で日本で唯一山本キッド選手に総合ルールで勝利をして、現在はライジンの裏番長と言われている、人といえば、総合格闘技と格闘技好きの人なら多分ピンときていると思います。リバーサルジム立川アルファ代表の、金原正則選手です。よろしくお願いしま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 す。すみません、ちょっと簡単にご紹介今、ライジンの舞台で、総合格闘技 MMA で試合させてもらってます金原正則と申します。自分はもう50戦近く MMA で試合させてもらって、日本の、メジャー団体と言われているところもいろいろ出させてもらいましたし、あと世界で USC という世界一の、団体の USC にも出場させてもらって、今年で40になるんですけども、最後の思い出作りで、最後の思い出作りというか挑戦として、今ライジンの、盛り上がっているフェザー級に参戦させていただいて、おります。よろしくお願いします。ちょっとあれですね、もう今ここで喋っちゃうと、さっき僕のカメラの音声が入っててテイク2でどうしてもちょっとこうテイク2感が出てしまうかもしれないんですけど、もうこの際も言っておいた方がいいかな。もうすいません、なんかオープニング2回目でそうです。僕の方も金原選手の金ちゃん TV ですかね、の方に出演させていただいてますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。よろしくお願いします。あれですよね、金原選手ブラジリアン柔術をベースというか、ブラジリアン柔術で黒帯を取得されてますよね。そうですね、ブラジリアン柔術、一応そうですね、20歳ぐらいですかね、20歳20そこそこぐらいから始めまして、僕いろいろやってるんですよね、空手も実はやったことありますし、ブラジリアン柔術もそうですし、いろいろこうやってるのが、MMA っていろいろある中の一つのものの競技になるんで、いろいろできて知ることで、自分のこう強さにも少しでもできればいいなと思いまして、そうあれなんですよね、本当なんかブラジリアン柔術で黒帯取るってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。めちゃくちゃ難しいと思います。なんか結構極真空手の黒帯って難しい分類だと思うんですけど、ブラジリアン柔術も相当難しいっていうイメージがあって、なかなか黒帯取ってる方には合わなかったんで、これまでもラッキーですね。僕はあれです、本当たまたまラッキーで取れたわけです。ラッキーで取れるもんじゃないですからね。でもあれですよね、ブラジリアン柔術の黒帯を取るほどやってるにもかかわらず、キックボクシングの試合とかでもキックボクサー倒しちゃうぐらいの実力を持っていますし、チャンピオンクラスに関してもキックのチャンピオンクラスやっても引け取らないとか、結構なんか前半勝ってたんだけどなって思っちゃうぐらいの試合を展開されてたんで、 MMA ってこう一つの競技なんですけど、いろいろやるじゃないですか。打撃の中でも僕の中では打撃もやっぱトップクラスじゃないといけない、寝技もトップクラスじゃいけない、フィジカルもトップクラスじゃないといけないっていうのが自分の勝手なこう MMA の強さっていうのを勝手に思ってるんで、なんでいろんなジャンルのいろんなこう競技に出てもそこそこ、トップは無理かもしれないですけども、そこそこトップの選手とそれできるようなレベルであった方がいいなっていうのを常々自分は思っているんで、なんでいろんなものを、挑戦したりやってます。ちょっと今回はですね、そんな金原選手に、自分は総合に関しては完全にど素人なんですけど、なんでちょっとその金原選手が総合をやる上で大切にしていること、ここがベースとしてめちゃくちゃ大切で、なんならこのぐらい知っとけよみたいなことがあったら、ちょっとそのベースの基本的なところを聞きたいなと思いますので、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、じゃあ改めてですかね、質問形式みたいな感じで大丈夫ですか。なんかどうなの、何がいいんだろう、なんか逆に例えばですけど、僕らみたいな打撃系の選手が
総合やるんだったら、このぐらい知っとけよっていう、なんか基本的にまずこれでしょっていうのってあります？フィジカルですかもしくは、金原選手自身が、ベースとして、総合やる生徒とかに教えてる一番基礎的なことっていうんですかね。基礎的なことです。はい。っていうのなんかもう空手って言ったら基本稽古とかあるじゃないですか。はい、総合でいう基本みたいな。はい、わかりました。総合でいう基本、総合ってやっぱ本当に難しいんですよ。ですよね。本当に簡単に言っちゃえばもうセンスですよね。センス僕ないな。何が、打撃と寝技で、両極端に分かれるじゃないですか。好きな人も分かれちゃうんですよ。打撃が好きな人は打撃が好きだし、寝技が好きな人は好きなんで、何がいいかっていうのがやっぱここもやっぱ何をチョイスするのかセンスになっちゃいました。打撃を選択した人は、ストライカーの人はこういう練習をした方がいいですよねとかっていうになっちゃうんで、だから結構そうやってる人って結構わがままな人が多いんですよね。あ、そうなんですか。なんかこう真面目な人ってあんまり不向きだなって感じはしますけどね。わがままな人の方が向き。そうするとじゃああれですかね、僕に教えるならみたいな感じで教わってもいいですか？はい、大丈夫です。そっちの方がいいやつ。あ、そうですか。じゃあ僕に教えるなら、もし今来年デビュー小木先生が来年デビューするんだったらまず何をやればいい？そんな感じで、はい。大丈夫です。そこをじゃあそっちの方がモデルケースだった方が。あ、本当ですか。じゃあそちらでお願いします。少しだけこう少しずれてもらうとか。そうですね。そこがセンター。はい、大丈夫です。じゃあ早速なんかよろしいですか？はい、大丈夫です。お願いします。何を教わればいい？あ、今からですか？はい。今のって撮ってました？今の使います。今の使っちゃおうかなと思ったんですけど、でもどうしましょう。なんか区切った方がいいのかな、ちゃんと。あ、いや、どっちでも大丈夫だと思います。はい、もう一回撮り直して。じゃあ、金原選手が僕が総合するなら、これは覚えておいた方がいいよとか、なんならもうこれができなかったら多分あなた総合無理でしょみたいな、なんかベースというかモデルケースですか？はい。小木先生がもし例えばですけど、じゃあ来年の1年かけて MMA をデビューしますって時に、1年間これを練習した方がいいよっていうシリーズできます？わかりました。それぜひぜひ。打撃と寝技って MMA 両方あるんですよ。両方やんなきゃいけないってことはなくてですね、打撃も小木先生も打撃っていうのはもう主軸であって、これを武器にして戦うのであればもう寝技なんて覚えなくていいんですよ。逆に寝技覚えちゃうと、このバランスが比率が今の状態で MMA やってくださいって言ったら打撃10寝技0じゃないですか。多分寝かされたら負けっていう状況なんですよ。でも MMA をデビューしたいから寝技をこう一生懸命覚える人がいるんですけど、そうなってくると打撃が8、寝技が2になっちゃうんです。ってなってくると、倒されたくないから打撃をこう攻撃をちょっとこう倒されないための打撃になってしまったりするんで、これってあんまり良くないことで MMA って。なので寝技の練習をしないで寝かされない練習を徹底的にする方が、あと MMA にアジャストした距離感で練習する、この2つだけで全然いいと思います。なので1年いらないです半年間待ってマジに総合の距離感と倒されない練習を徹底的にやれば半年で全然ものになると思います。もともとこのやっぱ打撃ってすごくいいものがあるので、これをもう寝かされちゃったらもう負けだと、もうこれは何年やっても変わらないと思うんですよ。でこの寝技の練習をその1年かけてやるよりはもう徹底して倒されないレスリングとか組み手とかをしっかりやった方が全然いいと思います。じゃあよろしくお願いします。なんで倒されない練習と、あとは今度は寝技の時のパウンドとかですよね。自分が今度下からもしっかり打てるし、小木先生が言ったら距離を取らなくても全部ガンと打てるじゃないですか。下からの打撃と、あと簡単な寝技のエスケープだったりとか、そんな感じで全然わかりました。大丈夫だと思います。じゃあ
どれからやります教われば。まあ、根は倒されない練習、距離感ですよね。はでやっぱ空手の距離と、まあ、僕は距離っていろいろボクシングの距離とキックボクシングの距離と、MMA の距離と3つのよく区切られ方があるんですけど、パンチの距離はまあこう完全に届くこの距離でキックだとまあちょっと蹴りが届く範囲で MMA ってもっと遠いんですよ。そうすごいですよね。 MMA はすごく遠いんで、こう出入りを使ってやる人と、こううまくこう中に入ってステップインしてやる人がいろいろまたいろんなタイプがいると思うんですけど、まあ遠ければ遠いほどタックルも切りやすくなるんですよ。まあ、そのリアクションが見える分なんで、近いと打撃こう空手なんでこう近くなっちゃうとその分やっぱ組まれちゃったりとか、足を持たれちゃったりリスクがどうしても出てくるので、やっぱ距離を遠い距離からの強い攻撃をしっかりやることです。あとタックル来た時にこうしっかり受ける体の強さ、タックルがこう来た時にこれでそうこういう感じで相手に乗っちゃうとそう足触られちゃうとやっぱ良くないので、こう足を触られないこう練習をそうこれだけで十分だと思います。これだけでこう今度打撃やりながらそうこれだけでもう足触られないじゃないですか。で来た時に下からも今度膝とかも経験ってなんかこう来た選手に膝を蹴るっていう経験がないんで、なんかいまいち合わせづらいというか、なんかこう後ろ足を上げるじゃないですか、このタイミングです。このタイミングでこっちずれるとかずれないです。もうそのまままっすぐこういう、いやもう今ので死にます。なんでこう見せられるとこうなんか結構 MMA 選手って一番怖いのはタックルに何かを膝を合わされるのが一番怖いんですよ。足を一回こう上げられるだけでもうこれだけでこうなんか残っちゃうんですよ。なんですよ、この膝の位置が。なんでこれだけでも怖くなっちゃうんです。もうそれ見せられるだけで怖いんですよね。そうするともうこれだけもういけなくなっちゃうんです。しっかりこう距離取って今の見せて、あとはもうバチンバチンってやって遠い距離から蹴ったりとか三日月とかもあるんです。ああいうので多分もう全然大丈夫です。なんかこうやっぱ片足になるじゃないですか。左ってこう外した時のリスクとかってなんかあったりします？やっぱこう上げた時にこうされちゃうのが一番良くないので、こっちの足膝をしっかり入れとけばこっちの足下げれるんですよ。こっちそうですこっちの膝がこう残っちゃうとこっちの足下げれないんですよ。こう倒されちゃう。こっちの膝を中に入れとけば距離取れてこっちの足を下げれるんですよ。なるほど。じゃあこれここシールドをするじゃないですけど、こっちにしたそうなんで膝を打つ時はちょっとこういう感じで入った方がいいです。なんかお皿をこうまっすぐ上げるよりもちょっと内にそうそっちの方がこう取られてもこっちの足をこう後ろに下げれればいいんですけど、こうまっすぐ持たれちゃうと下げれないです。下げれないですね。でこっちこう入れてあげるとそうするとこっち下げれる。そしたらバランスがよく取れるんです。もう怖いです。今のだけでも僕入るの怖いです。めちゃめちゃこういう楽器るよっていうフェイント。でもこう打つ向きは全然考えたことなかったです。取られない。これはやっぱこう倒されるリスクを考えながら攻撃するので。そうですよね。なんであれなんですよね、こう僕らって掴みが禁止の競技なんで、この掴まれるっていうそもそもの設定がないんですよ。だからこう掴まれる相手に対してこう蹴るのってどうなのかなっていう。掴まれるのもこう例えばこうするじゃないですか。相手嫌だから頭上げるじゃないですか。しかしその時に変える。こういうのがあんまないです。押されたら押し返してくるのか。押したり引いたりの組み手がちょっと変わってくるんです。そうですよね。なんで前もその総合の人とこのスパーとなるとこう掴まれないように打撃を出そうとかってするとなんかいまいちこのタイミングは出していいのか、これが一番ダメなんですよ。それがキックボクシングとかキックボクサーの人が MMA で勝てなくなってくるっていうのはこういうことなんですよ。倒されたらどうしようってなっちゃうと自分の攻撃が出なくなるじゃないですか。その時だともう絶対勝てないんですよ。なんで倒されてもしっかり対応できる自信と組み手さえしっかりできてればストライカーの人は全然
なんかあれなんですよね、多分もう僕もそうですけど、こう出すときにこの出し方って取られないのかなとか、この出し方ってキャッチされやすくないのかなっていうのが気になっちゃうのは、それはやっぱ距離感ですよね。ああ、距離がしっかり、距離設定が間違ってなければ、自分が切れる距離感の設定が合ってれば対応ができるんで、そこはもう思い切っていって倒しに行って、組まれたらしっかり切る。反応できない距離感でやっぱ攻撃しちゃうと、やっぱ自分がいいとこで切れないというか、相手の組み手のままになっちゃう。さっきの話ですけど、膝がこう入った状態の方、これだとやっぱこう切れるじゃないですか。膝がまっすぐ入っちゃうと倒されちゃうんで、そうパンチとかってくぐられてよ、こう、例えば掴まれた時って、これはもうして、でその中で置いておいおいおい